はいどうも、たまです。今回は 1.21 アップデートに備えて不気味な瓶を引き分けるようにした多機能襲撃トラップを作っていきたいと思います。特徴1、全焼基地に湧く略奪者と襲撃者を一緒の処理層で処理。全焼基地とトラップを行き来する必要はありません。特徴2、様々な機能を集約、経験値の取得、装置のオンオフ、アイテムの仕分け、エンチャント本とトーテムと不気味な瓶の仕分け、自動ゴミ箱、あると便利な機能をコンパクトにまとめました。今回は前回のものに不気味な瓶を仕分けれるようにした機能追加版の紹介とよくある質問の対策を加えた内容になります。すでに作成された方は途中のところまで動画を進めてくださいね。それでは作り方です。今回使う材料はこちら。装飾も兼ねていろんな種類の不透過ブロックを使っていますが、全部同じでも OK です。ソウルサンドはソウルソイルと間違わないように注意です。シーランタンは装飾用なので他のブロックで代用が可能です。トライデントは高いレベルの水星特攻付きがあると処理が早くなりますが、水星特攻のエンチャント本も手に入るので、初めはエンチャントがついてなくても大丈夫です。ドロップ増加の件はあるとアイテム入手力が増えるのでおすすめ。ドロップ増加もエンチャント本から出るので後でつけるのでも OK です。次に襲撃者が湧く範囲は全焼基地の上空に設置するベッドから上下16マス、横方向無限になっているので、この範囲に高い山などがあるとそこに襲撃者が湧いてしまうことがあります。そのため少なくとも70マス程度は周囲に高い山などがない開けた場所にあるこのような全焼基地がおすすめです。また全焼基地から周囲100マス程度に村があると村の統合が起こってトラップが正常に稼働しないので、もし近くに村がある場合は村の中のベッド、職業ブロック、ベルを全て壊して村ではない状態にしておいてください。それでは作っていきます。まずは全焼基地の周りにこのように下付けハーフブロックを置いていきます。置く位置はこの木の柱の1マス外まで。一旦木の柱の外側をぐるっと囲ったら内側の隙間にもハーフブロックを置いていきましょう。次は略奪者の脇ポイントを探します。略奪者は全焼基地最上階の階段ブロックの近くに湧くので、階段ブロックの上から仮ブロックをこのように置いて、板ガラスをここから1、2、3、4、5、6、7、8、9個このように置いてください。置けたら仮ブロックを壊します。次は板ガラスの位置から横に25マス以上離れて略奪者が湧くのを待ちます。なかなか湧かないときは難易度を一旦ピースにして元に戻してから湧くのを待ってください。略奪者が湧くとこのように板ガラスに挟まった状態になっているので、略奪者を閉じ込めている板ガラス以外は壊しましょう。次は略奪者の湧きポイントを特定していきます。ここは非常に間違いやすい部分になるので慎重に進めていってくださいね。まずは周囲のチェストや柱、屋根などを取り除いてきれいにしていきます。階段部分もミスの原因になりやすいのでこのように埋めてしまいましょう。今回このようにする理由は周囲の柱や階段の位置を基準に作ってしまって脇ポイントの位置を間違えるケースが多かったためですね。初めて作られる方は少し面倒ですが、このように周囲をきれいにしてから始めるのがおすすめです。次は略奪者の足元のブロックを4つ石レンガに置き換えていきましょう。このように4つの石レンガの中央に略奪者がいる状態にできれば OK です。では次は重要なポイントです。石レンガの模様が T の文字になる方向を探していきます。まずはこの方角、T の文字になっていませんね。次はこの方角、違いますね。次はこの方角、こちらも違いますね。次にこの方角、はい、石レンガの模様が T の文字になっています。この状態にできたら右下の石レンガ以外を壊して元に戻していきましょう。残った石レンガが湧きポイントです。では最後に確認です。石レンガの模様が T の文字になっているのと、石レンガの左上の角の部分に略奪者が立っている状態、このようになっていれば OK です。ちなみに石レンガが T の文字になっているとき、前が北になります。 1.21 の定点湧きのモンスターはブロックの中央ではなく北西の角に湧く仕様なので、略奪者は湧きポイントである石レンガの北西に湧いて板ガラスにはまっているという状況になりますね。次は略奪者を倒して石レンガの2マス上の板ガラスだけ残します。まずは略奪者を倒しますね。次はこのように石レンガの2マス上の板ガラス以外を壊していきます。はい、OK。次は石レンガの北西の床をソウルサンドに変えてガラスと水をこのように流します。まずは石レンガの模様が T になっているか確認。北西なのでこの位置の床をソウルサンドに置き換えます。次はガラスをここから1、2個、ここから1、2個置いて、あとはこの位置から斜めに1、2、3と置きます。できたらソウルサンドの上に水を流しましょう。この時ソウルサンドの上の水流がこのように斜めになっているのを確認しておいてください。
次はこのように2段のガラスの筒を上に作ります。まずは一旦この位置に仮ブロックを2つ置いたら、それを囲むようにガラスを設置していきます。できたら仮ブロックは壊して OK です。では一旦テストです。脇ポイントから25マス以上離れて略奪者が湧くのを確認しましょう。このようにソウルサンドの上でぴょんぴょん楽しんでいれば OK です。ここで湧かなかったり湧く位置が違う場合は脇ポイントの特定からやり直してくださいね。確認ができたら倒しておきましょう。次は35マス上まで水流エレベーターを作っていきます。ガラスで筒を作って伸ばしていき、今回は水と昆布を使って作っていきますね。まずは現在の高さを確認。Y77 ですね。今回はここから35を足した Y112 まで登っていきます。ではまずは脇ポイントの近くに光源を置いて、略奪者以外が湧いて水流エレベーターに入らないようにします。次は一旦この位置に昆布が植えられる丸石を置いて、息継ぎ用にドアをここにポン。あとはこのようにガラスの筒を作りつつ35マス上 Y112 まで登っていきましょう。はい、Y112 に到着しました。次は上から水を流します。ダバーが下まで流れていったら下に降りていって、一旦ドアから出て息継ぎをしたら下から昆布を植えながら上に登っていきます。はい、OK。次はもう一度下へ降りていって昆布を下から壊して、水流エレベーター内の水流を水源化したら一旦ドアから出てマルシを壊します。次はドアを壊して水流に逆らいながら中に入ったら内側からガラスで塞ぎましょう。あとはまだ水源化していないこことここに水を流せば一気に上に上がっていきます。最後に下から略奪者が上がってくると心臓に悪いので、この位置に葉っぱを置いて蓋をしておきましょう。はい、これで湧いた略奪者を上に運ぶ仕組みは OK。次は待機場を作っていきます。次は水流エレベーターに蓋をした葉っぱの上に一レンガを置いて方角を確認後、一番上のガラスの隣から北に2マス、西に1マス、南に12マス、東に16マス葉っぱを伸ばしたら、それを基準に奥行き17マス、横20マスの葉っぱの床を作ります。まずは石レンガの葉っぱの上にポン、T の文字になる方向を向きます。こちらが北ですね。では北へ1、2マス、西に1マス、南に1、2、11、12マス、東に1、15、16マス。こんな感じですね。あとはこれを基準に床を広げていきましょう。では視点を変えて続けます。次は一番上のガラス4つを葉っぱに置き換えます。まずは一番上のガラスだけをこのように壊して、そこに葉っぱをポン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 。はい、OK。次は石レンガの横から北1マス、西2マス、東4マス、南5マス葉っぱを置いて、それを基準に 7×7 にします。まずは西に1、2マス、北は1マス、東は1、2、3、4マス、南は1、2、3、4、5マス。あとはこれを基準に四角にしていきます。次は脇層の床になる 4×4 のガラスを置いて、周りを葉っぱで埋めていきます。ガラスはこの角から内側に入ったここから1、2、3、4。こちらも2、3、4。できたらこのように置いて 4×4 にします。あとは下の葉っぱを見ながらこのように葉っぱを置いていきましょう。この時石レンガの上は置かずに開けておいてください。次は石レンガを撤去してこのように水を入れていきます。まずは下から略奪者が上がってこないように石レンガだけを撤去。一旦葉っぱを置いて葉っぱの中に水を入れます。できたら一つだけ葉っぱを壊して、あとはこのガラスの側面に向けて水を流しましょう。 OK です。次はガラスで周囲を1マス高くします。角のところからぐるーっと囲っていきましょう。次は水を左奥から流します。まずは一旦仮ブロックをこの水源の上に設置。この状態でここから水を流します。するとこのようになるので、その後に仮ブロックを壊しましょう。次は周囲のガラスをもう一段高くします。こんな感じで角からぐるーっと置いて高くしていきましょう。次は右下の1マスを除いて看板をこのように置いていきます。置く位置はここからですね。1、2、3、4、5。こんな感じでどんどん置いていきましょう。右下の1つはいらないです。一番右の列だけ4つになりますね。次はさらに周囲のガラスを1段高くしましょう。ここからダーッと置いていきます。次は左奥から水をこのように流して右下のフェンスを縦に3つ置きます。まずはこの位置のガラスの側面にタワー。
こんな感じに右下が1マス空いた状態になりますね。あとはここにフェンスを下からポンポンポン。はい、OK。次は横5、奥行き5、高さ3の太岡ブロックの塊をこのように設置します。置き始めるのはこのフェンスの上から、下の水流に蓋をする感じで置いていきます。今回は装飾も兼ねて黄緑色のテラコッタを使っていますが、太岡ブロックであれば何でも OK です。はい、一旦こんな感じ。あとはこれを3段にしていきます。次はピストンを右側と手前側に5つずつこのように設置します。ピストンはこの太岡ブロックの側面に合わせるように置いていきます。一旦この位置に仮ブロックを置いて、ピストンをこの向きでポン。その隣からポン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 。はい、5個置けました。横から見るとこんな感じです。ではこちらも同じようにやっていきます。まずはここに仮ブロックを置いて、ピストンをこの向きでポン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 。はい、OK。終わったら仮ブロックは撤去しましょう。次はこのようにピストンとピストンの間を太岡ブロックでつなぎます。ポンポンポン。では視点を変えて続けます。次はドロッパーを6つこのように設置します。ドロッパーの向きはこちらです。向きに注意してください。置く位置はここから数えて1、2、3マス目のここからまずは上向きで4つ置いていきます。置けたら今度はこちら側から横向きで1、2個。はい、このようになります。次は脇層の右手前の葉っぱを一旦壊してホッパーをこの向きでつないでハーフブロックを置いて葉っぱを元に戻します。まずはこの位置から1,2,3,4 1,2,3,4 と壊したら一番下のドロッパーの側面に向けてホッパーをポン。そこから横に曲げてポンポンとつなぎます。次はこのホッパーの上に下付きハーフブロックを設置。あとは経験値が取れるように葉っぱをこことこことこことここに設置しましょう。次はラージチェストを4列3段の高さで並べておきます。置く位置はここから数えて1、2マス開けて3マス目から1つ、2つ、3つ、4つ。あとはこれを3段にしていきましょう。正面から見るとこんな感じです。では視点を変えて続けますね。次は全てのラージチェストの背面に向けてホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。チェストの背面に向けてホッパーをポンポンポン。あとは同じように置いていきましょう。次はホッパーの後ろに太岡ブロックで回路の置き場をこのように設置します。まずは一番目のホッパーの後ろに1、2、3個。あとはこことこことここに置きましょう。はい、この形ですね。次は回路です。コンパレーター、ダスト、リピーター、レッドストーントーチをこのように置きます。コンパレーターの向きはこちら、リピーターの向きはこちらです。向きに注意してください。まずはこの太岡ブロックの上にコンパレーターをこの向きでポン。その先からダストを1、2、3個置いたら、リピーターをこの向きでポン。この向きですね。あとはトーチをこの位置に設置しましょう。あとは同じ要領で同じものをホッパーの後ろに作っていきます。横の回路を見ながら同じものを作っていってくださいね。次はホッパーの上にさらにこのようにホッパーを置いていきます。ホッパーの向きはこちら。向きに注意してくださいね。まずはこの位置からコンパレーターの側面の細い部分を狙ってポン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 。ホッパーの向きをチェックしておきましょう。次に仮ブロックをこのように置いて、この仮ブロックの側面からホッパーを置いていってドロッパーの前までつなぎます。ここも向きを確認しておきましょう。問題なければ仮ブロックは壊して OK です。じいちゃん、朝ごはん何食べたの？焼き鳥。次は1マス間を空けてさらにラージテストを4つこの位置に置きます。ここから1マス開けて1つ、2つ、3つ、4つ。はい、OK。次は一番上のホッパーの先にドロッパーと模様入りの本棚を設置します。ドロッパーの向きはこちらです。まずはドロッパーをこの位置にポン。顔がこちらを向いた状態になりますね。あと模様入りの本棚をこの位置に設置しましょう。次は模様入りの本棚の下からラージチェストまでこのようにホッパーでつなぎます。ホッパーの向きはこちら。向きに注意してくださいね。まずはチェストの背面に向けてポンポン。ホッパーの向きを確認します。次はこのホッパーの後ろにもう一つホッパーをつないで、そこから上に曲げて模様入りの本棚までつなぎます。次はドロッパーを2つこのように設置しホッパーでつなぎます。ドロッパーの向きはこのようになります。ここも向きに注意してください。まずはこのドロッパーの下に仮ブロックを設置。
次は上から下を見下ろしながら仮ブロックの側面にドロッパーを設置。アイテムの出口が上になっているのを確認します。次は後ろに回ってこの向きでドロッパーをポン。ドロッパーの顔の向きを確認しておきましょう。できたらここの仮ブロックは壊してこのドロッパーの側面を狙ってホッパーを設置します。次はチェスト、ドロッパー、ホッパーをこのように設置します。前作を作成されている方は装置右2マスを削ってゴミ箱部分を撤去してもらって、このドロッパーの前と装飾を取ってゴミ箱に使っていたクロック回路の残りも撤去して、この状態から新しく追加された部分を組み込んでいってくださいね。ではまずはこのドロッパーの側面に向けてドロッパーをこの向きでポン。次はドロッパーの顔に向けてチェストをポン。次は今置いたドロッパーの側面からホッパーを1、曲げて1、2、曲げて1とこのように設置してください。次はトーテムのアイテムの流れ、ホッパーをこのように設置します。ホッパーの向きはこちら、向きに注意してくださいね。まずはこのチェストの背面にポンポン。向きは横向きですね。次は上のホッパーの後ろに横向きホッパーを1、2個向きを確認します。今度はこの位置から下向きホッパーを1、2個置いてください。終わったら正しい向きでつなげたか確認しておきましょう。次はこの位置にアレイを固定します。まずはこの位置にレール、上にトロッコを乗せます。次はアレイを連れてきて適当なアイテムを持たせたら、トロッコの下あたりに同じアイテムを投げてアレイを誘導し、トロッコにアレイを乗せてください。次は仮ブロックをこの位置から1、2、3と置いたら、2段目に上付けハーフブロックをこのように設置。次は下から上を見上げながらハーフブロックの上に下向きピストンを設置します。ここまでできたらこんな感じで仮ブロックをアレイを囲むように置いていきましょう。できたらこの位置からトロッコとその下のレールを撤去。しっかり撤去できたのを確認してからピストンにレバーをつけてハーフブロックを押し下げてください。あとはピストンや仮ブロックは撤去してもらって大丈夫です。最後にアレイに持たせているアイテムをトーテムに持ち帰りさせてあげれば OK です。次は粉雪、音ブロック、木のトラップドアをこのように設置します。粉雪は蜂蜜ブロックや砥石での代用も可能。音ブロックはジュークボックスと間違えないようにしてくださいね。まずはこの位置に粉雪をポン。粉雪がない場合は蜂蜜ブロックか砥石をこの向きで置いても OK です。今回は粉雪にしますね。次は音ブロックをこの位置に設置。音ブロックの下には木のトラップドアを置いてできるだけ気にならない音にします。どうしても気になる場合はトラップドアを置かずに設定からオーディオに進んで音符ブロックの音量を下げたり無音にしていただくのでも良いかなと思います。次は自動ゴミ箱です。ホッパー、チェスト、ドロッパー、マグマ入れ大釜、レッドストーンランプ、レバーをこのように設置します。まずはこの位置に仮ブロック。その側面からチェストをポンポンと置きます。次は上から見下ろしながらチェストの斜め下の位置に上向きドロッパーを設置します。次はドロッパーの側面に横向きホッパー。こちらの仮ブロックを壊してチェストの背面右側に向けて横向きホッパー。次はドロッパーの上に大釜を置いてマグマ入りバケツでマグマを入れます。この時しゃがんでしまうとマグマを外に出してしまうので注意してくださいね。では最後にこの位置にレッドストーンランプとレバーを取り付けておきましょう。はい、 OK。 次はクロック回路です。まずは不透過ブロックをこのように設置します。まずはこのドロッパーの側面。次はここから1、2、3、4、5、6と置いてこことここにも置きましょう。この形ですね。次は回路です。コンパレーター、リピーター、ダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、リピーターの向きはこちら。コンパレーターはモードを変更する点に注意です。まずはこの位置にこの向きでコンパレーターをポン。モードを切り替えます。次はこの位置にこの向きでリピーターをポン。あとはダストをこことここに置いてください。ここまでできたら一旦ドロッパーの中に適当なアイテムを入れてこのようにクロック回路が動作するのを確認しておきましょう。次はガラス、ダストをこのように置いてドロッパーへ信号が伝わるようにしていきます。まずはガラスをこことこことここに置いてダストはここから1、2、3、4、5と置いてください。では一旦テストです。レバーをオンにしている状態だとチェストにアイテムがたまり、レバーをオフにするとゴミ箱に送られて処分されていきます。このように動いていれば OK です。では視点を変えて続けます。次はこのようにドロッパーの後ろにガラスで回路の置き場を作ります。まずはこの位置からポン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 とジグザグに置いたらこの位置にも置きましょう。
視点を変えて続けます。次はピストラと仕分け機用のクロック回路を作ります。太化ブロックを3つこのように設置しましょう。太化ブロックを置く位置はこことここと2つ下のこの位置にも設置してください。次は回路です。リピーター、ダスト、トーチ、レバーをこのように設置します。まずはこの位置にこの向きでリピーターを設置。次にこの位置にダスト。あとはこのドロッパーの側面にトーチを設置します。設置し終わるとこのようにクロック回路になるので確認しておきましょう。確認できたらこの位置にレバーを取り付けてオンにしてクロック回路を止めておいてください。次はピストラ側、仕分け機側に回路をつないでいきます。まずはこの位置に不等化ブロックを1つ足してこの位置からダストを置いていってホッパーの上に置いていきます。あとはこのドロッパー、このドロッパー、このドロッパー、音ブロックの上にも置いてください。次はピストン側にも伸ばしていきます。ここからこんな感じで奥のピストンまでつないでこちらも同じようにピストンの上に置いていきます。あとはこのガラスの上、その後ろのジグザグに置いているガラスの上にも全部置いていってください。ではここでアイテム仕分け設定を行っていきます。まずは金床を使って1スタック64個になるアイテムに名前を付けてください。名前を付けたアイテムを準備できたらこの位置のホッパーにアイテム設定をしていきます。ホッパーを開いたら右4つに名前を付けたアイテム、一番左に仕分け対象のアイテムを1スタックほど入れます。41個前後で止まれば OK です。あとは同じ要領で残り3つの仕分け設定用ホッパーにアイテムを入れていってください。次は不気味な瓶の仕分け設定です。まずはこのチェストを開いて瓶を入れる5箇所以外を残して名前を付けたアイテムで隙間を埋めていきます。 1.21 アップデ5は不気味な瓶が入手できるのでこんな感じで不気味な瓶1から5までを入れておけば OK。 1.21 アップデ前の段階では不気味な瓶は入手できないのでここでは全部名前を付けたアイテムで埋めておきましょう。次はピストラに使うトライデントを刺していきます。フェンスのある角の部分はトライデントが当たりづらいのでフェンスの位置から少し離してポイ。あとはガラスの中央あたりに来るように刺していきましょう。こちらも同じように角のフェンスがある位置は少し離して刺してあとは中央あたりに来るように刺していってください。次は水流エレベーターで略奪者をせき止めている部分を除去します。処理層背面のこの位置まで来たら奥に水が流れている箇所を壊してこのようになったらさらに奥の葉っぱを壊します。するとこのように略奪者が処理層まで上がってくるので確認しておきましょう。確認できたらこの位置に葉っぱを置いて蓋をしておきます。次は村人を運んできて固定しベッドを設置します。まずはこんな感じで足場ブロックを使って地上とトラップとの移動経路を作ります。この時に5個ほど高くしておくと搬入しやすくなります。できたら下に降りて村人をボートに乗せてトラップまで運んでいきましょう。ある程度高い位置まで運んだら横に引っ張って床に乗せて適当な場所に隔離をしておいてください。次はこの位置の葉っぱを2箇所壊して不動化ブロックを設置。できたらこの向きでベッドを設置します。高く置いた足場ブロックはこんな感じで撤去して OK です。次は葉っぱで湧き潰しをして湧きそう以外に襲撃者が湧かないようにしていきます。襲撃者は葉っぱ以外のほとんどのブロックの上に湧くので漏れがないように進めていきましょう。では置いていきます。まずはここのトライデントの1マス上、次はこのガラスの上、こちらもトライデントの1マス上に置いていきます。一旦こんな感じ。次はこの不等化ブロックの上にも置いていきます。次はこのダストの上に置いていきます。次はこのガラスの上、次はこのホッパーの上、ベッドの上、あと忘れがちなのがここのダストの上、忘れずに置いてくださいね。次はこのレバーの上、ダストの上、リピーターの上、不等化ブロックの上、このダストの上。はい、これでレバーの位置まで湧き潰しができました。次はこの4つのチェストの列をやっていきます。まずはチェストの上にこんな感じで置いていきます。次はダストの上、コンパレーターの上、ダストの上。はい、ここまで湧き潰し OK。 では残りもやっていきます。まずはこのダストの上、チェストの上、次はこのホッパーの上、ダストの上、次はこの粉雪の上、ダストの上、最後にこのハーフブロックと音ブロックですが、この上は1マス空間を作るので一旦葉っぱを2段で置いてここは壊しましょう。1マスの空間が確保できていれば OK です。
はい、これで湧き潰し完了です。念のため葉っぱの置き忘れがないかよく確認しておいてください。ポイントとしては上から見た時に一番上が全部葉っぱになっていることと、ここのホッパーとベッドの上に葉っぱがあること、あと内部のこのガラスの上に葉っぱが置かれていること、この辺りは要チェックですね。次は落雷によって葉っぱが壊れないように念のために避雷針を待機所から20マス上に置きます。まずは待機所にいる時の高さを確認。 Y116 ですね。ここから20を足した Y136 まで仮ブロックを使って登っていき、避雷針を置いたら仮ブロックは撤去していきましょう。はい、 OK。 では最後に装飾をしていきます。まずは前面のブロックや回路を隠すように葉っぱを置いていきます。次は側面を葉っぱで囲っていきます。ここにはアクセントのため白のコンクリートを置いていきます。ここはなんとなくシーランタン。次は上に襲撃者が湧かないように葉っぱを置いていきます。あとは屋根も葉っぱで作っていきます。ここにはランタンを置いてみました。次は中身がわかるように額縁を貼ってアイテムを貼り付けていきます。この辺りには作業台やエンダーチェストを置いておくと便利ですね。はい、今回はこんな感じです。雪が積もる場所の場合は雪の上に襲撃者が湧いてしまうので、待機所から17マス上に葉っぱの屋根をつけます。こちらでは待機所の高さが Y113 だったので Y130 になりますね。まずは葉っぱの床の角から仮ブロックを置きながら登っていきましょう。あとは待機所の葉っぱの床と同じサイズになるように葉っぱの屋根を取り付けていきます。はい、屋根を付け終わりました。屋根の下にある雪は取り除いておいてくださいね。こうすることで襲撃者が湧く範囲に雪が積もらなくなります。次にゲートを置く場合ですが、襲撃者が湧く範囲がベッドから上下16マス、横方向無限であることと、アレイから約20マスの範囲にあるゲートをプレイヤーがくぐるとアレイが一緒についてきてしまうので、この2つの範囲を避けてゲートを設置する必要があります。おすすめとしては待機所から25マス下に床を作ってそこにゲートを置いていただくとこの範囲を避けられるので、ゲートを設置する際は参考にしてくださいね。では使い方です。 1.21 アップで前の場合は難易度はハードにしておくとウェーブ数が増えるのでハードにしておきます。あとアイテムが詰まらないようにゴミ箱をオンにしてアイテムボーナス付き券を持って装置を稼働。旗持ちが倒されると襲撃が始まりどんどん処理されていきます。なお襲撃が繰り返されるバグがあるので、止めるときは次の襲撃が始まったタイミングでベッドを壊して襲撃のバーが消えてからベッドを置き直してください。続いて 1.21 アブデが来てからの使い方です。まずは自動ゴミ箱をオフにしてゴミ箱チェストにアイテムが溜まる状態にしたら装置を稼働して旗持ちが落とす不気味な瓶を集めていきます。不気味な瓶はウェーブ数に応じて5種類あるので、全種類集まったらこのチェストを開いて名前を付けたアイテムと入れ替えてください。これで次からはここに不気味な瓶が溜まるようになります。不気味な瓶を取り出すときは全部取り出すとこの枠に他のアイテムが入ってきてしまうので一つは残してくださいね。あと額縁にも瓶を貼っておきましょう。襲撃を起こすときは不気味な瓶を飲んで襲撃の強調が0になったら襲撃がスタート。アイテムボーナス付きの剣があればアイテム2種類が増えるので持って待機ですね。アイテムがしっかり仕分けされていくのも合わせて確認しておいてください。使用上ゴミ箱にたまにエメラルドやトーテムが流れてくることがありますが、大量に集まるので気にせずに使ってもらって大丈夫です。 1.21 からは放置で襲撃を繰り返すことができなくなるので、次の襲撃を始めるときは再度不気味な瓶を飲んで次の襲撃をスタートさせてください。はい、今回は不気味な瓶を仕分けれるようにした多機能襲撃者トラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。ダンボでした。ではまた。